はい、どうもラスです。今回ですね、この以前ですね、私が購入したこの液晶モニターですね、これをですね、モニターアーム使ってですね、この台座の下あたりをですね、スッキリさせていきたいなと思ってまして、今回ね、新しくモニターアームをですね、Amazon から購入したんで、これをね、実際取り付けて、確認してみたいと思います。私もですね、モニターアームを取り付けるの初めてなんで、ちょっとやり方わからないんですけれども、ということでやっていきたいと思います。はい、一応ですね、Amazon で購入したシングルモニターアームの、部品ですね。開封したら一応こんな感じです。これがモニターアームの、本体で、あとこの支える、スタンドっていうのかな、スタンドとで、あとですね、天板に、この固定する器具が、結構ね、この中にいろいろ入ってまして、であとはですね、六角レンチとか、必要なパーツ、小さいパーツですね。で、あと、ネジとか、そのあたりがこのあたりに入ってますね。ということで、順番にね、説明書を見ながら組み立っていきたいと思います。はい。で、まずはですね、このボトムサポートをチューブに接続するということで、この3番と4番のパーツを C のネジで留めていくという感じですね。で、F の六角レンチかな。なんで、この C と F、これを使ってやっていきたいと思います。はい。一応こんな感じで、まずですね、この2つの3と4かな。丸3と丸4を、この C のね、ネジ使って留めていきました。一応これで、まずは、ボトムサポートをチューブに接続するが完成ですかね。はい。で、続いて、この調整ノブを、ボトムサポートに接続するっていうのをやっていきたいと思います。さっきのやつを、今度は6と6使って、D のネジでやっていくという感じですかね。とりあえずやっていきましょう。こんな感じで、さっきの調整ノブ、これをですね、最初のボトムサポートに接続するところまで、終わりました。こんな感じで、止めて、で、あと、これね、多分天板とここでね、はい、挟んでいくと思うんですね。あと、フェルトがですね、一応ここに黒いところですね。この黒い円のところ、これがフェルトです。まあ、ちょっとクッションみたいな感じですかね。これも、つける必要があるということで、設置していきました。こんな感じで、調整ノブをボトムサポートに、接続するというところまでですね。で、はい。で、次が、ボトムサポートをデスクに、取り付けると、さっきのね、ネジを回して、この机にね、設置していくという感じになるかなということでやっていきたいと思います。はい。モニターアームなんですけれども、一応ね、こんな感じで、一応ね、ここに天板、とね、設置して、で、これをね、はめていく感じになるんですけど、一応位置的には、ここが中央で、視線がね、まあ大体ここら辺なんで、大体ね、こんな感じで設置していこうかなと思います。ということでやっていきたいと思います。次はですね、モニターアームの、プレートですね。さっきのやつを、まあこれね、この丸3は設置、天板に取り付けたんで、このアームプレートですね。あとここにこれケーブル通しかなみたいなやつを、ね、つけてやる必要があるみたいなんで、これもね、つけてやっていきたいと思います。はい。とりあえずですね、こんな感じで、モニターアームのね、設置、うまくいけた気がします。こんな感じで、ちょっと高さはね、まずはだいたいこれぐらいかなというところなんで、ちょっとね、まだ微調整とか入るかもしれないんですけど、一応こんな感じでできました。で、次はですね、モニタープレートのリリースってことで、これがね、あれですね、実際、液晶ディスプレイとくっつけるところですね。これを外して、液晶モニターにね、多分つけていくんかなということで、これをね、やっていきたいと思います。はい、一応外せました。これをですね、奥に押して、で、これをね、上に上げると、ヒュッとね、外れるようになってまして、なんで、これをですね、今度液晶ディスプレイに取り付けていきたいと思います。はい、一応これですね、自分が購入した液晶ディスプレイです。これね、一応ドライバーね、ついてるんで、これね、四隅に取って、で、さっきのね、プレートを貼り付けていくというような感じでいけるかなということでやっていきたいと思います。これね、一応100センチ100センチの、ベサ規格に対応しているモニターになります。四隅のね、ネジ外し終わったんで、これでさっきのね、プレートをこんな感じでやってですね、一応100センチ100センチね、その後内側ね、対応してるみたいなんですけど、一応今回は、こんな感じで、で、また外側ね、4つを、また専用のネジでね、固めていくというような感じで、一応ね、これで取り付けができるという感じになります。やっていきたいと思います。はい、四隅のネジ取り付け終わったんで、これでね、さっきのモニターアームに、取り付けていきたいと思います。これでね、いい感じになるかなと思います。
はい。一応ね、取り付けが完了しました。ちょっとね、疲れましたね。最後ね、このモニターアームに取り付ける時だけ、ちょっとね、コツがいる感じでしたけど、まあ、なんとか一人でも、できましたね。まあ、これで、やっぱ下がね、ここにね、こうちょっとキーボードを置いたりとか、ちょっとね、収納スペースが、広がるんで、やっぱね、モニターアームあると、便利でいいかなと思います。こんな感じですね。モニターの付属のスタンドあった時はですね、ちょっとね、モニターが手前にあったんですけど、若干ね、こう奥に寄せることが、できたんで、こう27インチのモニターがちょっとね、手前にありすぎて大きかったんですけど、まあこれぐらいだったらちょうどいいかなぐらいで、一応ですね、これで、取り付けまで、完了ということで、はい。最終的にですね、ちょっと高さをですね、微妙にちょっと上げてみました。こんな感じでですね。まあ、これぐらいがギリギリですね。で、どんぐらいかな？何センチぐらい、高さ上げれるんでしょうね。ちょっと見てみますか。高さですね。ざっくり、どれぐらいかな？ 15 センチぐらいは、地面からね、モニターの高さを上げれることが、できるぐらいですかね。で、今回のですね、モニターも本当に結構安くて、いい感じでね、手に入ったんでよかったかなと思います。結構、まあ、1時間か30分ぐらいあれば、慣れてる人は30分ぐらいでいけると思うんですけど、説明書見ながらでね、モニターもやったことないとかいう人でも1時間ぐらいあれば取り付けることが、できましたんで、よかったらですね、チャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。やっぱね、下のこのスペースがね、有効に使えるのがすごいいいかなと思うので、まあ、在宅ワークとかですね、されている方とかもですね、こういったモニターアームを使って PC デスクのね、スペース周りをきれいにしてみるのもいいんじゃないかなということで、今回ね、動画を撮ってみました。今回の動画がですね、少しでも役に立ったと思ったら、いいね、高評価お願いいたします。また何かあればコメントなども、記入いただけると嬉しいです。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。